猫の画像に古代エジプトってことは、今回は古代エジプトか猫がテーマってことね。そう、前回に引き続き猫がテーマね。古代エジプトというと確か猫の形した神様がいたような気がするわね。そうね、今日のお話の中にもその神様は出てくるわ。でも神様の話というよりはその時代の猫の話という感じね。サムネイルになってるくらいだから何か驚くようなことがあるということね。正解。内容はその話のところで確認してね。他にはどんな話があるのかしら。では今回のタイトルを紹介するわね。今回のタイトルはこちら。猫には独特の足跡がある。猫の瞬き、ヒゲの感覚器官としての役割、驚異的なジャンプ力、独自の鼻を使った挨拶、猫草の役割とデメリット、猫の社会性、猫の尻尾の表現、猫の視力と色彩知覚、猫の耳の感情表現、猫の尿は暗闇で光る、古代エジプトの猫。概要欄の目次からそれぞれのタイトルでジャンプできるようになってるので、知っているところは遠慮なく飛ばしてみてくださいね。遅くなりました。私の名前はまるみです。私の名前はめるみです。よろしくお願いします。それではスタート。猫には独特の足跡がある。めるみーちゃんが外を歩いた後に残る足跡、とっても独特だよね。猫の足跡って他の動物と比べて特別な特徴があるの？実はね、猫の足跡にはいくつか特有の特徴があって、それが猫を他の動物とは異なる特別な存在にしているのよ。一つは猫の歩行方法に関係しているわ。猫は直接登録という歩行パターンを使っていて、後ろ足が前足がついたほぼ同じ場所に着地するの。これによりとても静かにかつ効率的に移動することができるのよ。直接登録ってそういう意味があったのね。だからみーちゃんの足跡は一直線に見えることが多いのかしら。その通りよ。その歩行方法はエネルギーを節約しつつも獲物に対して最大限に静かに近づけるように猫を進化させたわ。そして猫の肉球、つまり足裏パッドも独特で、感触や温度を敏感に感じ取ることができるの。加えて猫の肉球は衝撃を吸収し、猫が高いところからジャンプしても安全に着地できるようにしているのよ。肉球がそんなに役立ってるなんて。でも肉球だけじゃなく猫の歩き方にもそんな秘密があったなんて驚きね。ええ、猫の動きは非常に洗練されているわ。さらに肉球の柔らかさと組み合わせることで音を立てずに歩けるから、猫は見事なハンターなの。そう考えるとみーちゃんの足跡一つを見ただけでも彼女がどんなに特別な能力を持っているかがわかるわ。本当にそうよ。そして肉球の跡からはみーちゃんの気分や健康状態まで読み取ることができる場合もあるの。例えば肉球の跡が不規則であったり片方に偏っていたりすると、何かしらの問題がある可能性が示されているのよ。みーちゃんの肉球と足跡にこれからもっと注目して彼女の健康や気持ちを理解する手がかりにしたいわ。私たちがみーちゃんの肉球と足跡に気を配ることで彼女が快適に暮らせるようサポートできるわ。猫との生活はこうした小さな発見でいっぱいよ。猫の瞬き。ねえめるみ、最近気づいたんだけどみーちゃんが私たちをじっと見てゆっくり瞬きすることがあるの。あれって何か意味があるのかしら。あら、それ猫の愛情表現の一つよ。ゆっくりとした瞬きは猫がリラックスしていて信頼しているサインなの。猫のキスって呼ばれているわ。猫のキス？それは初耳だわ。猫が安心してる証拠よ。みーちゃんがゆっくり瞬きしてくれるなんてまるみにとっても嬉しいことね。本当にね。だけどどうして猫は瞬きで感情を表現するのかしら。猫は本来狩りをする動物だから長時間じっと獲物を観察することが多いわ。そのため直接的な視線は攻撃的なサインと受け取られがち。でもゆっくり瞬きすることで私は脅威じゃないわというメッセージを送ってるの。なるほど。それでみーちゃんも私たちがゆっくり瞬きして返すと喜ぶのね。そうそう。それをやり返すと
猫との絆が深まるわ。次にみーちゃんがゆっくり瞬きしてきたら、同じようにゆっくり瞬きを返してみて。絶対に試してみるわ。猫とのコミュニケーションって言葉以上に深いものがあるのね。本当にそうよ。猫は声を使ってコミュニケーションを取ることもあるけど、ボディーランゲージや目の動きもとても重要。みーちゃんがどんな気持ちでいるか、これでさらにわかるようになるわ。猫との暮らしって毎日が発見ね。みーちゃんの瞬き一つとってもこんなに深い意味があるなんて。そうね。みーちゃんが私たちにゆっくり瞬きしてくれるのは信頼と愛情の証。これからもみーちゃんのサインを大切に受け止めていきたいわ。私もそう思うわ。みーちゃんの小さなサイン一つ一つがこれからもっと私たちの関係を深めてくれるはずよ。ヒゲの感覚器官としての役割。めるみ、みーちゃんのヒゲってただのおしゃれなアクセサリーじゃないんだって。全くその通りよ。猫のヒゲは実はとても重要な感覚器官で、彼らの周囲を理解するのに不可欠なの。ヒゲには空気の流れや風の動きを感じ取る能力があって、これが猫が環境を感知するのに役立っているのよ。空気の流れを感じ取るってどういうこと？例えば、みーちゃんが狩りをしているとき、ヒゲを使って微細な空気の変化を感じ取ることができるの。これによって獲物の位置や動きをより正確に把握できるわけ。また、ヒゲは暗闇でのナビゲーションにも役立つのよ。なるほど。だからみーちゃんは夜でも上手に動けるのね。そう。ヒゲは彼らにとっての夜間ビジョンのようなものよ。そして、ヒゲは猫が狭い場所に入れるかを判断するのにも使われているの。ヒゲがその場所を通過できるかどうかを猫に教えてくれるから、体がはまり込まないようにするの。へえ、それは賢いわ。でもヒゲが感じることができるのは風や空間だけ？いいえ、もっと多くのことを感じ取ることができるわ。ヒゲの根元には感覚神経が豊富に集まっていて、非常に敏感なの。これによってみーちゃんはヒゲで触れたものの形や質感、さらには温度まで感じ取ることができるのよ。それじゃあヒゲが猫にとって本当に大切なのがよくわかるわ。だからヒゲを切ったりすることは絶対にしてはいけないの。ヒゲがないとみーちゃんは自分の位置や周囲の環境を正確に把握できなくなってしまう。それが原因で混乱したりストレスを感じたりすることになるわ。そうなんだ。みーちゃんのヒゲにはこれからもっと注意を払わないとね。そうしてあげて。みーちゃんのヒゲは彼女が安全に快適に生活するために非常に重要な役割を果たしているの。私たちができることはみーちゃんのヒゲを大切に扱い、彼女が自分の感覚器官を最大限に利用できるように支えることね。驚異的なジャンプ力。めるみ、この間みーちゃんがキッチンカウンターまで一気にジャンプしたの見てびっくりしたの。あの跳躍力、本当にすごいわよね。私も見たことあるわ。でもどうして猫ってそんなに高く飛べるのかしら？実はちょっと調べてみたのよ。猫って自分の身長の5倍以上の高さに飛べる能力があるらしいの。みーちゃんの場合、およそ2メートルくらいは飛んでるってことになるわね。それってもう猫がオリンピック選手みたいね。でもどうやってそんなに高く飛べるの？猫の後ろ足には強力な筋肉が発達していて、それが一気に力を発揮することで大きなジャンプが可能になるのよ。それに体が軽いからより高く飛べるのね。なるほど。筋肉の力って大事なのね。でも高いところから落ちたりしないの？それが猫には落下時に体を回転させて足で着地する能力が備わっているの。猫の右へ習えってやつね。だから高いところからのジャンプも得意なのよ。だからみーちゃんがいつもあんなに自信満々にジャンプするのね。でも怪我の心配はないの？確かに怪我のリスクはゼロじゃないけど、猫は生まれながらにして優れたバランス感覚を持っているから意外と大丈夫みたい。ただし高すぎる場所からのジャンプは避けた方がいいわね。そうね。安全第一だもの。でもみーちゃんが空中でくるっと回転する姿見ていると本当に心配よりも感動しちゃうわ。本当にね。猫の身体能力って見ていて本当に驚かされる。みーちゃんがジャンプするたびに
猫の不思議に改めて驚かされるわ。私たちもみーちゃんが安全に楽しく遊べるように家の中を猫にとって安全な場所にしてあげたいわね。絶対にそうしましょう。みーちゃんにとっても私たちにとっても家は一番安心できる場所であってほしいものね。独自の鼻を使った挨拶。めるみ、最近みーちゃんが近所の猫と鼻を触れ合わせるような挨拶をしているのを見たわ。猫にとって鼻を使った挨拶ってどういう意味があるのかしら。実はその挨拶は猫の世界では非常に重要な意味を持つのよ。猫は顔周り、特に頬や額、顎に匂い線を持っていて、これを使って自分の匂いを相手に伝えることでお互いを認識し合うの。これは信頼と親密さの強いサインなのよ。そうなんだ。顔の周りにそんな線があるんだね。でもなぜ匂いで挨拶するの？猫は嗅覚を非常に重要な感覚として使っているの。自分の匂いを相手に伝えることで、これは私だよという自己紹介みたいなもの。それに相手の匂いを嗅ぐことで、その猫が知り合いかどうか、安全かどうかを判断するのよ。面白いわね。でも猫が人間にも同じようなことをするのを見たことがあるけど、あれも同じ理由なの？猫が人間に鼻を近づける行動も信頼と親密さの表現の一つ。猫は人間の顔の近くに自分の顔を持ってきて、顔の匂い線から匂いを伝えることで、あなたは私の大切な仲間だよと言っているの。これは猫からの大きな信頼のサインなの。それはすごく特別なことね。でも全ての猫がこんな風に人間に挨拶するわけじゃないのよね。そうね。猫によっては人間に対して少し警戒心があるから、全ての猫が人間に対して顔を近づけてくるわけではないわ。でも猫が人間に顔を近づけるという行為は、その猫が非常にリラックスしていて、その人間を信頼しているという証拠なのよ。なるほど。みーちゃんが私に鼻を近づけてくるのは、私のことを信頼してくれているってことね。正確にはそういうことね。特に猫が自分から積極的に人間に近づいて顔を近づけるのは非常に親密な関係の証拠。そのような挨拶を受けたら、それは大きな信頼の証。猫のそういう行動を大切にして、その信頼に応えてあげることが重要よ。みーちゃんとの関係がこれからもっと深まるように、彼女の信頼を大切にしていきたいわ。猫との関係は時間をかけて築かれるもの。みーちゃんが見せてくれる信頼のサインを大切にしながら、お互いの絆を深めていくことがとても素敵なことね。猫草の役割とデメリット。めるみ、みーちゃんが猫草にすごく興味を示してるの。猫草って本当に与えるべき？実は猫草を与えるのにはいくつかメリットがあるのよ。でも猫草が栄養源として重要だというわけではないの。猫草は消化を助け、特に毛玉の問題を軽減するのに役立つのね。毛玉の問題ってそんなに大きいの？特に長毛種の猫にとってはね。猫は自分の体を舐めてグルーミングするでしょう。その時に飲み込んだ毛が腸内に溜まって消化不良や嘔吐の原因になるの。猫草を食べることでそれらの毛玉を自然に排出しやすくなるわ。そうなんだ。でも猫草を与えるデメリットはないのかしら？デメリットとしては、猫草を食べ過ぎたり、特定の猫草に対して敏感な猫の場合、嘔吐することがあるわ。だから最初は少量から始めて、みーちゃんの反応を見ることが大切よ。なるほど。じゃあどの猫草を選んだらいいの？市場にはいくつか種類があるわ。オーツ麦、麦芽、イタリアンライグラスなどね。猫によって好みが違うから、みーちゃんがどれを好むか、いくつか試してみるのがいいわ。それでみーちゃんが猫草を食べた後に何か問題があったら？もしみーちゃんが猫草を食べた後に体調不良を起こしたり、嘔吐を繰り返すなら、すぐに使用を中止して、獣医師に相談することね。理解したわ。でも猫草以外にも毛玉対策ってあるの？もちろんよ。定期的なブラッシングで余分な毛を取り除くことや、毛玉対策用のフードやサプリメントを与えることも効果的ね。みーちゃんのためにもいろいろと試してみる価値がありそうね。そうね。
猫層はみーちゃんにとって楽しい変化を提供するだけでなく、適切に管理すれば健康維持にも役立つわ。ただし、栄養面での大きなメリットは期待しないで、バランスの良い食事を第一に考えることが重要よ。猫草もバランスの一部として考える。みーちゃんが健康で幸せでいられるよう最善を尽くすわ。それが一番よ。私たちができることをして、みーちゃんの健康と幸せを守りましょう。猫の社会性。めるみーちゃんが他の猫たちとじゃれ合ってるのを見て、猫って思っていたより社会的なのかなって思ったわ。猫の社会性ってどういうものなの？確かに猫は一般に独立心が強い生き物とされているけれど、実際にはかなり複雑な社会的行動をとるのよ。猫同士でグルーミングをし合ったり、一緒に遊んだりするのはお互いの絆を強めている証拠なの。それはみーちゃんも含めて。もちろん、みーちゃんも他の猫との交流を通じて社会的なスキルを発揮しているわ。でも猫はテリトリーにとても敏感で、自分の空間を侵されたくないという強い欲求があるから、彼らの社会性は時と場合によって変わるの。なるほど。だからみーちゃんは時には他の猫と距離を置くこともあるのね。その通りよ。彼らの社会性は人間より繊細で、猫個々の性格や気分、さらにはその日の体調によっても左右されるの。猫が自分から他の猫や人間と交流を求めるとき、それは彼らが安心してリラックスしている証拠よ。じゃあ猫同士の関係はかなり複雑なんだ。本当にそうね。猫同士が一緒にいるとき、彼らはお互いに多くの非言語的なサインを交わしているの。例えば、みーちゃんが他の猫の鼻に鼻をこすりつけるのは信頼と友情のサイン。でも彼らは自分のプライバシーと個人空間をとても大切にしているから、お互いの距離感を常に調整しているわ。猫の世界は人間が想像するよりずっと複雑なんだね。で、それに猫が人間とどう関わるかも、その猫の社会性によって大きく変わるの。みーちゃんが私たち家族と強い絆を感じているのも、私たちが彼女の性格を尊重し、安全な環境を提供しているからよ。そう考えると、みーちゃんが私たちと過ごす時間は彼女にとっても大切なんだね。絶対にそうよ。みーちゃんは私たちの愛情を感じていて、それを独自の方法で返しているの。猫の社会性を理解し、彼らの気持ちに寄り添うことが、私たちと猫との関係をより豊かなものにするわ。みーちゃんの行動や反応、それに彼女が私たちに見せる愛情が彼女なりの社会性の表れなんだね。それをもっと理解しようとすることが私たちの関係をより深めてくれるってことね。まさにその通りよ。猫は私たちの言葉を理解することはできないけれど、行動や態度、そして日々の生活の中での小さな交流を通じて彼らなりの愛情や信頼を示しているの。みーちゃんとの日々は私たちにとっても彼女にとっても共に成長し合う貴重な時間なのよ。そうね。みーちゃんと一緒にいる時間は本当にかけがえのないものだわ。彼女が見せてくれる愛情のサインにもっと気を配りたいわ。それがみーちゃんにとっても私たちにとっても最善の道ね。猫と人間との間に築かれる絆は互いの理解と尊重から生まれるもの。私たちがみーちゃんの社会性を理解し、彼女の感じる快適さや幸福を最優先に考えることで、より強い絆が育まれるのよ。本当にそう思うわ。みーちゃんが安心して幸せに感じられるよう、日々の生活で彼女を大切にしていくわ。私たちの小さな愛情の行動がみーちゃんにとって大きな意味を持つのよ。猫との関係は愛情と理解に満ちた美しい旅。私たちもみーちゃんから多くを学び、共に成長していけるわね。猫の尻尾の表現。めるみーちゃんの尻尾の動きがとても多彩で、どんな意味なのか気になるの。例えば尻尾をくねらせるのはどういう時？尻尾をくねらせるのはみーちゃんが非常に興奮している時よ。遊びたい時や何かに興奮しているサインで、尻尾が立っているのは友好的な挨拶のサインよ。みーちゃんが気分がいい時や人や他の猫に対して友好的な気持ちを示しているの。寝ている時に尻尾の先だけ小さく振るのは、それはね、
みーちゃんが起きるのが面倒だから尻尾だけで返事しているのよ。私はここにいるよ。でも今はゆっくりしたいのって言っているみたい。なるほど。では尻尾を巻きつけているのは？それはリラックスしているか、自分を保護しようとしているサイン。安心している時によく見られるわ。尻尾が震えている場合はどう？尻尾が震えているのは超興奮状態や特に嬉しい時に見られるわ。時にはマーキングのサインとしてもね。尻尾を大きくゆっくり振るのは？それはみーちゃんが安心してリラックスしている時のサインよ。彼女が気持ちいいと感じている状態を示しているわ。尻尾の先をピクピクさせるのは？集中しているか、何かに興味を持っている時の細かなサイン。獲物を狙う時などに見られるわ。座った状態で尻尾をパタパタと上下に動かすのは？何かに注目しているけどまだどう行動するか決めかねている時よ。尻尾が下がっている時はどういう意味？それはみーちゃんが不安や恐怖を感じている時ね。自信がなく落ち着かない気持ちを表しているわ。尻尾をバタバタと動かすのは？イライラしているか、何かに不満を感じている時よ。尻尾を強くバタバタさせている時は怒りや攻撃の前触れかもしれないわ。じゃあ尻尾が膨らんでいる時は？それはみーちゃんが恐怖や防御の感情を持っている時、自分を大きく見せて威嚇しているのよ。後ろ足の間に尻尾を隠すのは？極度の恐怖や不安を感じている時ね。自分を守ろうとしているサインよ。抱っこした時にバタバタと激しく尻尾を振るのは？それはみーちゃんが不快感を感じているか、下ろしてほしいと感じているサイン。抱っこが好きじゃない猫によく見られるわ。みーちゃんの尻尾の動き一つ一つにこんなに多くの意味があるなんて本当に驚きね。そうね。猫の尻尾は彼らの感情を理解するのにとても役立つの。みーちゃんの尻尾をよく観察して彼女が何を感じているかを理解しようとすることが大切よ。猫の視力と色彩知覚。めるみ、猫って人間と色の見え方が違うって聞いたけど、みーちゃんはどうやって世界を見てるのかな？そうね。実は猫の色覚は人間とはかなり異なっていて、主に青と緑の色を認識できるけれど、人間ほど色の範囲を認識できないわ。特に赤色は彼らにとってはっきりとは見えないの。じゃあみーちゃんにとって世界はどんな風に見えてるのかしら？青や緑の色は比較的よく見えるけれど、赤やオレンジは彼らにとってはグレースケールに近い色に見えるかもしれないわ。でも猫は夜間や暗い場所での視力に非常に優れていて、わずかな光でも物を見ることができるのよ。夜間視力が強いのは聞いたことがあるわ。でも昼間の視力はどうなの？実は猫の昼間の視力は人間に比べるとそれほど良くなくて、おおよそ 0.1 から 0.2 程度と言われているわ。つまり人間が見ることができる詳細なディテールを猫は同じようには見ることができないの。それは意外ね。でもなぜ夜間視力はそんなに優れているの？猫の目には光を反射して夜でも見やすくするタペタムルシダムという特殊な組織があるの。これが彼らを暗闇で優れた狩人にしているのよ。だから少しの光でも最大限に利用して物を識別できるわけ。そうなんだ。でも動きを捉える能力はどうなの？猫は動くものに対して非常に敏感よ。彼らの視覚は動きを検知することに特化していて、それが狩りをする際に役立っているの。だからみーちゃんは動くおもちゃにすぐ反応するのね。なるほど。みーちゃんの世界って人間とは全く違うんだね。視力が 0.1 から 0.2 でも夜間視力や動きを捉える能力でそれを補ってるんだ。まさにそうよ。みーちゃんの視覚能力は彼女の生活スタイルに完璧に適応しているの。彼らの視覚的世界を理解することは、私たちが彼らとより深い絆を築く手助けになるわ。猫の耳の感情表現。めるみ、みーちゃんの耳の動きがとても興味深いわ。耳で感情を表現しているみたい。猫の耳の動きでどんな感情がわかるの？猫の耳は彼らの感情を非常に細かく表現する重要なツールよ。例えば耳が前を向いているときはみーちゃんがリラックスしていて興味を持っていることを示しているわ。へえ、それじゃあ耳が横に張っているときは？耳が後ろに反っているときは
みーちゃんが怒っているサインね。イカ耳って言うんだけど、文字通り怒ってるのよ。なるほどね。でも耳が後ろに倒れている時はどういう時？耳を平たく伏せる時はみーちゃんが恐怖を感じている時よ。このサインを見たらみーちゃんがストレスを感じているかもしれないから注意が必要ね。それは覚えておかないとね。耳が上に向いてピンと立っている時は？耳が上に向いてピンと立っているのはみーちゃんが何かに非常に集中している時、興味を惹かれているものに対する好奇心や警戒心を示しているわ。じゃあ耳をずっと動かしているのはどういう意味なの？耳をずっと動かしているのは音の方向からちょっと気になる音が聞こえたり気配がした時、耳だけ向けて音を拾い情報収集をしているの。猫の耳って本当に感情のバロメーターみたいね。猫の耳は彼らの気持ちを理解するのにとても役立つわ。みーちゃんの耳の動きをよく観察して彼女がどんな気持ちなのかを感じ取ることが大切。それによってみーちゃんとのより良いコミュニケーションが可能になるわ。みーちゃんの気持ちをもっと理解できるようになりたいわ。耳の動きにもっと注意を払ってみるわ。そうね。みーちゃんが安心して快適に過ごせるように彼女のサインを理解して対応してあげることが私たちにできる最善の方法よ。猫の尿は暗闇で光る。メルミ、先日ネットで見たんだけど、猫の尿が暗闇で光るって本当なの？どうしてそんな現象が起こるのかしら？実はそれ、紫外線、つまりブラックライトを使うと猫の尿に含まれる特定の物質が反応して光るからなのよ。猫の尿だけでなく他の動物の尿も同様の反応を示すことがあるけれど、猫の尿は特に明瞭に見える傾向があるわ。へえ、ブラックライトでそんなことができるなんて驚きね。でもどうしてブラックライトで猫の尿が光るの？猫の尿に含まれるリンやその他の物質がブラックライトの紫外線に反応して蛍光を発するの。尿が乾燥するとこれらの物質が光りやすくなるのよ。だからブラックライトを使えば乾燥した尿の跡も発見できるわけ。なるほど。それを利用して家の中の清掃に役立てることができるのね。まさにその通り。猫が家の中で不適切な場所に尿をしてしまった時、ブラックライトを使って尿の跡を特定できるの。これは特にマーキングや不適切な排泄の問題を抱えている猫を飼っている家庭にとって非常に役立つわ。それは便利だわ。でも尿の跡を見つけたらどうやってしっかりと掃除すればいいのかしら？見つけた尿の跡はペット用の尿消臭剤や特殊なクリーナーできれいにする必要があるわ。これらのクリーナーは尿の匂いを中和し跡を消すのに効果的。ただしブラックライトで尿の跡を見つけても徹底的に掃除しないと尿の匂いが残ってしまう可能性があるから注意が必要よ。確かにみーちゃんが快適に過ごせるようにしっかりと掃除することが大切ね。その通りよ。みーちゃんがまた同じ場所に尿をしないようにするためにも匂いの元をしっかりと取り除くことが重要。ブラックライトはその手助けをしてくれるけど最終的には私たちがきちんと対処しなければならないわ。ブラックライトで猫の尿を見つけるなんてちょっと探偵のようで面白いわ。でもそれ以上にみーちゃんが健康で幸せでいられるようにすることが一番大事ね。本当にそうよ。猫と一緒に暮らすってこんなにも多くのことを学ぶ機会があるのね。ブラックライトでのチェックはみーちゃんの健康と快適さを守るための一つの方法。でもそれだけじゃなくてみーちゃんとの日々の生活から猫という生き物の素晴らしさや複雑さを理解できるわ。みーちゃんのためにできることをもっと知りたいわ。猫の尿が光るっていうのも驚きだけど、その背景には私たちがみーちゃんの健康や幸せを守るためにできることがあるんだものね。私たちがみーちゃんにできることはたくさんあるわ。ブラックライトを使うことで見えない問題を可視化できるし、掃除をすることでみーちゃんにとって快適な環境を提供できるの。猫を飼う責任は大きいけれど、そのわけ彼らから得られる喜びも大きいわ。みーちゃんからの愛情と信頼を得るためには私たちも努力しなくちゃね。ブラックライトを使った掃除だけでなく日々のケアや愛情表現も忘れずに。そうね。
みーちゃんが幸せでいるためには、愛情深く、注意深いケアが必要よ。私たちの小さな努力が、みーちゃんに大きな安心と幸せをもたらすの。猫と人間との絆は、日々の共生の中で育まれるわ。みーちゃんとの生活をもっと豊かにするためにブラックライトを活用したり、他にも役立つ情報を学んでいこう。みーちゃんにとって最高の環境を作ってあげたいわ。私たちの学びと努力がみーちゃんの快適な生活につながるわね。猫との生活は互いにとって素晴らしい発見と成長の連続よ。古代エジプトの猫。メルミ、古代エジプトで猫がどれほど重要だったか詳しく知りたいの。みーちゃんがもし古代エジプトにいたらどんな生活をしていたのかしら。古代エジプトでは猫はペット以上の存在だったわ。彼らは家を守る守護者として、また豊穣と保護の象徴として崇拝されていたの。猫は神聖な動物とみなされ、特に女神バステトと密接に関連づけられていたわ。女神バステトって猫の女神だったのよね。ええ。バステトは愛と美、家庭の守護の女神で、しばしば猫の姿で描かれたの。古代エジプト人はバステトを崇拝し、その象徴として猫を非常に大切にしたわ。家に猫がいることは女神の保護を受けていると考えられていたのよ。猫をそんなに大切にしていたなんて素敵ね。でも猫に何かあったらどうなるの？実は猫を故意に傷つけたり死なせたりすることは法律で厳しく禁じられていて、死罪に処されることさえあったの。猫が自然に亡くなった場合、多くの家庭では悲しみを示すために眉を剃るなど深い哀悼の意を表したわ。猫への愛情と敬意がとても深い文化だったんだね。ええ。そして猫は家庭だけでなく社会全体にとっても重要な役割を担っていたわ。猫がネズミやヘビなどの害獣を捕まえることで食料の保護や病気の予防にも貢献していたの。みーちゃんが古代エジプトにいたらきっと英雄扱いされていたかもね。間違いないわ。そして猫は美術や文化にも大きな影響を与えていて、多くの彫刻や壁画に猫が描かれているの。猫をモチーフにしたアートは今日でも古代エジプトの強い猫への愛情と尊敬を物語っているわ。みーちゃんも古代エジプトの猫たちも時間を超えて私たちに多くの魅力と教訓を与えてくれるのね。本当にそうね。猫と人間との関係は古代から変わらず、お互いにとってかけがえのない存在なのよ。みーちゃんを通じて私たちも古代エジプトの人々が感じたであろう愛情や尊敬を少しは理解できるわ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。